はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日はですね、保存版です。iPad の最強ノートアプリ8選ということで、私が今まで紹介したノートアプリのまとめをやっていきたいと思います。iPad を買ったらまずはじめにノートアプリを使ってほしいっていうぐらいですね、 iPad でノートテイキングをするのは本当におすすめなんですけど、どのアプリをね使っていいかわからないっていう人も結構多いと思うんですね。なので今日はこの動画をね皆さんに見てもらって、どのアプリを使おうっていうのをね決めてもらえればいいんじゃないかなと思います。お仕事をしている人でも、あと勉強している学生さんとかでも本当に今日の動画は役に立つと思いますし、あと使い方とかもちょいちょい挟んで紹介していこうと思ってます。少し長めの動画になってしまうんですけど、最後までね見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあ GoodNotes 5から始めていきます。GoodNotes 5使ってる人結構たくさんいると思うんですけど、私もこのアプリ大好きで圧倒的に使いやすいと思います。UI というかアプリの UI もねすごく綺麗で分かりやすいですし、あとペンの書き心地とかもめちゃくちゃいいです。反応速度とかもすごく速いので、遅延とかがないのですごくサクサク動くかなと思います。で、学生さんだったら例えばこういう勉強系のノートを取ってる人も多いし、以前はこういうレシピノートの作り方みたいなのも紹介してます。で、社会人の方も議事録取ってる人とかも多いと思います。で、私のオンラインコミュニティでもちょっと以前アンケート取ったことがあって、どのノートアプリ使ってますかって聞いたら、もう 80% ぐらい GoodNotes 5を使ってるっていうアンケート結果も出たぐらいすごく人気があるアプリなので、ぜひ持ってない人はですねダウンロードしてもらえればいいと思います。で、私がよく使う機能でテキスト変換っていうのがあるんですけど、手書きの文字をですねこんな感じで選択ツールで囲ってもらってタッチすると変換っていうボタンが出てくるので、それを押すとこの手書き文字が OCR の機能でこういうテキストに変換されます。で、これをコピーしてメールに貼り付けたりとか他のアプリでコピペするとかなり使いやすいなという印象です。で、この機能に関しては GoodNotes 5だけじゃなくて、次に紹介するノータビリティとかノートシェルフとかでも入ってる機能なので、これは GoodNotes 5だけに限ったことではないんですけど、私はよく使ってます。で、あとよく使うのはコラージュ機能というか切り抜き機能ですね。例えばこれピザのねノートを作った時にこのピザの画像を貼り付けて切り抜いてるんですね。GoodNotes 5には画像を貼り付けてその画像を自分の好きな形に切り抜くことができるので、ちょっとそれをお見せするんですけど、例えば画像をこんな感じで貼り付けて、タッチすると編集っていうのが出てきて、さらにタッチするとトリミングっていうのが出てきます。で、トリミングを押すとこういう感じで編集項目に入ってくるんですけど、この中の下のところですね、フリーハンドっていうのを押すと、自分で Apple Pencil でなぞって好きな形に切り抜くことができます。で、この機能は本当にいろんなところに使えるので、以前も私おしゃれな雑誌コラージュブックの作り方っていうことでこのフリーハンドツールを使って、雑誌をスクショ取って、そのスクショしたやつをですねこうフリーハンドで切り抜いてコラージュブックを作るっていうやり方を紹介しているので、ぜひよかったらそれもですね概要欄の方にリンク載っけておくので見てみてください。で、最後もう一つ GoodNotes のいい機能で検索機能っていうのがあるんですけど、下のタブのところに検索っていうボタンがあります。で、この検索で、フリーワードで検索すると、ノートの中全部を検索してくれます。で、しかも手書きも検索してくれるし、テキストももちろん検索してくれます。例えば今これヨーロッパって打ち込んだんですけど、そうするといくつか候補が出てきて、手書きでヨーロッパって書いたやつも検索のヒットに出てきます。で、こんな感じでハイライトでオレンジのところが出てるんですけど、こんな感じで、ノートどこにあるんだったっけなって分からなくなった時にこの検索のですね機能を使うとめちゃくちゃはかどってノートが出し入れがねしやすくなるので、ぜひこの機能は使ってほしいなと思います。本当にライブラリー全体でね検索できるっていうのがすごくいいと思います。はい。で、こんな感じで GoodNotes 5はもう私めちゃくちゃおすすめのアプリなので、ぜひ使ってください。iPhone と Mac とか持ってる人はそれと全部同期ができて、 iPhone からでも iPad からでも Mac からでも全部見て、全部編集できるっていう機能もあります。で、あと自動バックアップもあるので、急にねこう iPad クラッシュしても大丈夫です。で、唯一デメリットとしてはちょっと録音機能がないのが残念だなと思いました。
他のアプリはね大体ついてるんですけど GoodNotes 5ついてないので、どうしても録音機能が欲しいっていう人はおすすめできないかもしれないです。はい、じゃあ次ノータビリティいきます。ノータビリティもこのアプリでしかない機能とかがあるので、それをちょっといくつか紹介したいんですけど、ノータビリティの特徴としては左側にフォルダー構成があって右にノートがあるというような、UI になってます。でこのフォルダ構成が好きで、これがいいから使ってるっていう人も結構いるみたいですね。で私の使い方としてはなんか勉強するときに結構使ってました。ちょっと体のね勉強してた頃があって、その時にですねその本を、このノートに写すっていうのをやってたんですけど、赤と黒で書いてひたすらこれを見ながら覚えるっていうのをやってたりしましたね。あと英語の勉強する時とかも使ってたんですけど、こんな感じでノートが下にですねずーっと流れていくので、結構それが見やすかったりしましたね。他のノートアプリだとこのね UI 的に下に流れていくときにちょっと変な動きをしたりするんですけど、ノータビリティ綺麗にこうスラーっと流れていくのですごくいいなと思います。でノータビリティには2画面表示っていう面白い機能があって、例えばこれ今1個ノート開いた状態で左からこうシュッてするとですねサイドバーみたいなのが出てきて、この状態で1個のノートをこう左か右かにギュッてですね持っていくと、こう2つのノートが一斉に開かれるんですよ。これすごいですよね。ちょっとね今 iPad を縦表示にしてるので見にくいんですけど、こんな感じで2つ使えます。でこう真ん中のところをですねこうギューってやるとサイズを大きくしたり小さくしたりすることもできます。で一応 iPad に同一アプリの2画面表示って言って、左右に同じアプリを開くっていう機能もあるんですけど、それとはちょっと違って、この機能に関してはノータビリティのアプリの中でノートを2つ開くっていう感覚ですね。アプリを2つ開くのではなくてノートを2つ開く感覚で、使っていただけると分かりやすいんじゃないかなと思います。で私が好きな機能としては、フルページの PDF に注釈を入れるときにめちゃくちゃ便利です。このノータビリティ。例えば今これ、PDF なんですけど、これに赤入れをしてます。こんな感じでちょっと赤が入ってるの分かると思うんですけど、これを作るやり方ちょっとお見せしますね。で、今これサファリを開いています。サファリで、コミュニティの iPad Meet のサイトを開いてるんですけど、これを PDF にするときはスクリーンショットをまず撮ります。でスクリーンショット撮ると、こんな感じで上にタブが出てきて、右側にフルページっていうのがあるので、フルページにするとこういう1枚の長い PDF になるんですよね。これちょっとこの前のスクリーンショットの回でも紹介したと思うんですけど、でこれをですねノートアプリの方に移行して赤で文字を入れるっていうのをやっていきたいんですね。で例えばこれ右上の共有ボタンの中から、ノータビリティじゃなくて GoodNotes で開くにしてみます。でそうすると GoodNotes で開かれるんですけど、こんな感じで分かりますか？画面上に長い1枚の PDF がこうペチャって貼られた感じになるんですよ。なので、赤入れようとしたらこう引き伸ばして大きくしてから、赤を入れていくっていうのをやっていかなきゃいけないんですね。でやっぱこれってちょっと見にくいしやりにくいじゃないですか。でこれをノータビリティでやるとめちゃくちゃやりやすくなるんですね。でちょっと一回またサファリに戻ります。でサファリでスクリーンショットを撮ります。で右上のフルページを押します。でそうすると右のバーで長くなっているの分かると思うんですけど、この状態で右上の共有ボタンを押します。でこの中からノータビリティを探してそれを選択すると、ノータビリティの方にこの PDF ファイルが送られます。でこの状態で、ノータビリティに行ってみましょう。でそうするとですね、これ一番上の選択するとこんな感じ。さっき撮った PDF が画面全体にこうペチャって貼り付いたような状態でスクロールできるんですよ。あたかもサファリを見てるかのように。でこの状態で赤ペンで、入れていっていくとめちゃくちゃやりやすいと思いませんか？さっきのグッドノーツだとねすごくちっちゃくて分かりにくかったと思うんですけど、そこのねこのちょっとした細かいことなんですけど、これがめちゃくちゃ便利で、フルページのスクリーンショットを撮ってそれに赤入れを入れたいときは私は絶対にノータビリティを使うようにしています。であと録音の機能がめちゃくちゃすごくてですね、録音した音声に合わせてその時書いた文字が再生されるっていうすごい機能があるので、それを紹介したいんですけど、
今左側に iPhone を設置してて、ポッドキャストで英会話を再生してみます。で、右側で、ノータビリティの録音のボタンをですね、オンにした状態で録音しながらちょっと文字を書いていきます。はい、じゃあこんな感じで一旦止めてみます。今英会話のリスニングをこうやってメモに書き取るディクテーションっていうのをやってみたんですけど、この録音したデータっていうのはこのノータビリティに添付されたような形になってます。で、上の三角のボタンを押すとこうやって再生したりすることができるので、ちょっと今、録音したやつをですね再生してみます。で、今これ再生されててインジケーターが動いてると思うんですけど、しばらくするとこんな感じで、書いた文字が現れてきます。見えますかね、これアニメーションみたいな感じで出てきてるのがわかると思います。で、録音した音声に合わせてその時書いた文字っていうのをですね、こんな感じでリアルタイムで表示してくれるんですよ。これめっちゃすごくないですか？なんか録音とかねしながらノート取りたい人はめちゃくちゃおすすめです。議事録とかを取ってる人、あとはこういう感じで英会話のリスニングを勉強してる人なんかにはめちゃくちゃ使える機能になっているので、私もすっごい重宝してます。なのでぜひね、この機能を知らない人はぜひ使ってほしいなと思います。で、ノータビリティに関しては、Apple Watch の音声入力ができたりとか、あとエバーノートとの同期もできます。あとパスコードをノートにつけることができますね。で、ちょっとデメリットとしては画像の扱いが少し弱いかなと思いました。画像をたくさんつけたりするとなんか落ちたりとかうまく動かなかったりすることがあるので、ちょっとね、画像でコラージュ的にノートを作りたいっていう人はあんまり向いてないかもしれないですね。はい、じゃあ次、ノートシェルフっていうアプリです。私の動画でも何回か紹介してるんですけど、このアプリはですね、結構デザイン性が高いノートアプリかなと思います。新規作成して、このテンプレートみたいな、用紙テンプレートみたいなのがあるんですけど、それの種類もすごく豊富だったりとか、あとは中身の、ページのレイアウトですね、それも結構豊富だったりします。私が好きなのはこのスケジュール帳みたいなのがあって、デジタルプランナーとかを使っている人は結構使えるんじゃないかなと思うんですけど、この日付をですね設定してスタートすると自動的にこのスケジュールプランナーみたいなのが作れるっていう結構いい機能があります。で、あとペンの種類が多いっていうのも結構メリットですね。ペン見てもらうと4種類あるのがわかると思います。GoodNotes 5とか Notability とかだと2種類とか3種類なんですけど、Note シェルフは4種類あります。で、これをうまく使うとこういうレタリングシートみたいなのを使って文字をきれいに書く練習とかをすることができます。以前も紹介したんですけど、このレタリングシートをダウンロードしてノートシェルフの方に読み込んで、こう上からですねいろんなペンでなぞるときれいに文字が書けるよっていうのを紹介したので、それも概要欄の方にリンク載っけておきます。よかったら見てみてください。で、こういうコラージュノートみたいなのを作りたい人も結構ノートシェルフはおすすめです。さっき GoodNotes 5の方でもやったんですけど、画像を貼り付けて、それを編集項目まで持っていくと、自由にですねフリーハンドでトリミングすることができるので、こんな感じで、すごい抽象的な画像ですけど、これをボトル型に切り抜いてあげたりするとちょっとおしゃれなノートができたりするので、こういう使い方もいいんじゃないかなと思います。で、あと話すことがあるとすれば、録音機能もちゃんとついてます。あと文字変換の機能もあるし、エバーノートとの同期もあります。Apple Watch のアプリもありますね。あとパスコードも設定することができます。で、いろいろできるんですけど、基本的にはちょっと GoodNotes 5と似てるものが多いのかなっていう印象で、どっちかを使うなら私は GoodNotes 5の方がいいと思っていて、ただ録音機能が GoodNotes は5にはないので、どうしても録音機能を使うんだよっていう人はノートシェルフにした方がいいんじゃないかなと思います。
はい、じゃあ4つ目です。4つ目、ネボっていうアプリです。これ無料のアプリで最近も紹介したんですけど、手書き文字が全部テキストに変換されるっていうすごいいいアプリです。で、文字だけじゃなくてこういうグラフとかもすごく綺麗に書けるんですけど、例えばこう四角をね適当に書いて、指でこうポンポンってダブルタッチするとこう綺麗な長方形に変換してくれます。でこういうのをいくつか作っていって線でつなぎ合わせるだけでこういう組織図のような、インフォグラフィックを作ることができます。で手書き文字の場合は普通にこうやって文字を書いて、ダブルタッチするとこう文字をねテキストに変換してくれます。なのでiPad であんまり綺麗に文字が書けないっていうね悩んでる人とかはこのアプリすっごいおすすめで、もう全部ねダブルタッチどんどんしていけば綺麗なノートを作ることができるので、ぜひネボ知らない人は使ってほしいなと思います。でこれちなみに長文でもすごく簡単にできます。長文書いてダブルタッチするとテキスト変換されて、ちゃんとテキストボックスの中に収まってくれてるんですよねこれ。なのでここの段落のところをですねこうやって指でキューってやったりすると、改行がきれいにされてテキストボックスの中に文字が収まってくれるっていうような仕様になってます。でこのネボの使い方に関しては詳しく以前動画出しているので、それも概要欄の方からリンク飛んでいってほしいなと思います。綺麗な理科ノートの作り方っていうのでね紹介しているのでぜひ見てください。で補足はですね、一応ネボ無料なんですけど有料版にすると同期ができます。iPhone とかで使いたい場合は同期をする必要があるんですけど、同期をするときは、もうちょっと課金をして使う必要があるのでそこはちょっと注意ですね。でバックアップとかもできるみたいなのでその辺はちょっとこの詳細欄から見ていただければと思います。はい、じゃあ次です。ワンノートっていうアプリです。ワンノートも最近紹介しましたね。これマイクロソフトから出てるノートアプリなんですけど、大きな特徴があってこういう無限キャンバスっていう機能があります。こんな感じで縦にずっと書いていけるし、あと横にもずっとねエンドレスに書いていくことができます。あんまり書きすぎるとめちゃくちゃでっかいノートになってしまうんですけど、こういう歴史のノートとかを作りたい人は結構おすすめのアプリです。でもう一つ特徴としては、このノートの中にいろんな別ファイルを添付することができます。例えばこれ、PDF のファイルを貼り付けてるんですけど、これタッチしてプレビューっていうボタンを押してみます。でそうすると、この PDF がですね表示されているのがわかると思います。こんな感じですごい綺麗に見れるので、ワンノートの中にもう参考資料みたいなのを全部詰め込んでおくと後で見返すときにめちゃくちゃ便利なんですね。例えばこれナンバーズの資料とかも入れられるんですけど、ナンバーズのやつタッチするとこういうねグラフとかを見ることができます。でもちろんナンバーズだけじゃなくて、ワードとかエクセルとかあと音声ファイルとかも添付することができます。なのでもう全部ですねここに突っ込んでおけば OK みたいな、すごいファイル要素もあるノートアプリって思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。本当に使える人にはもうめっちゃグッと刺さるようなノートアプリになっているので、ぜひ使ってほしいなと思います。で、ワンノートの無限キャンバスをちょっと紹介したんで、他の無限キャンバスのアプリも紹介しておきます。コンセプトっていうアプリです。これ最近ね使ってくれてる人結構多くなってきたなっていう印象なんですけど、コンセプトも無限キャンバスの機能で結構有名で、とても使いやすいです。ノートアプリではなくてキャンバスアプリになるのでちょっとイラスト要素もある、アプリなんですけど、私はこうやって、インスピレーションを全部書き出してですね、なんかアイデア出しをしたい時によく使ってます。なんかねお部屋を改造したいなって思った時にこういう写真を添付したりする機能もあるので、写真をバーってね貼り込んでこういうのにしようこういうのにしようって考えてから動き出すっていうような形にいつもしています。でこのコンセプトは定規とかあとは計測の機能もあるので、こういう建物のイラストパースと呼ばれるイラストとかも描くことができます。
でこの書き方に関しては、私のコミュニティですね、 iPadMate っていうオンラインコミュニティの方でセミナーをやったりしてるんですけど、こういうのも書けますし、あと以前やったのは Apple Watch の書き方っていうのもやりましたね。定規の機能とかトレースの機能を使ってこういうね、結構、プロダクトデザインと呼ばれるような綺麗な絵を描くやり方を紹介しているので、それもちょっと概要欄の方に入れておきます。もう少しコンセプト極めたいなという人はですね、ぜひ見てもらえればと思います。でさっきも言ったように、このコンセプトはノートアプリっていうよりかは、キャンバスアプリですね。ちょっと製図寄りのアプリになるので、設定画面に行ってもノートの設定っていうよりかは、こういうキャンバスの設定がたくさん出てきます。どういう用紙にするかとか、サイズですね、あと書き出し形式とかもいろいろ選べるので、イラスト描きたい人もね、ぜひこの辺見てもらってやってもらえればいいと思います。とにかくこのアイデア出しをするっていう使い方に関しては本当に神なので、このコンセプトはぜひ皆さんもですね、そういう使い方をしてほしいなと思ってます。はい、じゃあ次、スクラップノートっていうアプリです。このアプリはめちゃくちゃすごい機能がたくさんついてるっていうわけではないんですけど、他のノートと全然違うところが1個あるので、それを紹介させてください。でこれちょっとね、横向きしか使えないみたいなので、横でちょっとやります。で、このアプリ何がすごいかっていうと、動画ですね、 YouTube 動画とかを貼り付けて、その動画をこのノートアプリの中で再生することができるっていう面白いアプリです。でこれいくつかノートの中に YouTube 動画をですね、こうやってペタペタ貼り付けたので再生してみますね。これ入ってると思うので、ちょっと立ち上げてもらって一緒に作っていきたいと思います。で皆さん、プロクリエイト立ち上げたら右上にプラスボタンがあります。でこれを、はい、こんな感じで動画が再生されます。普通のノートアプリに YouTube 動画のリンクとかを載っけると、YouTube のアプリの方に普通ポンって飛んでいっちゃうじゃないですか。そうじゃなくって、このノートアプリの中で YouTube が再生できるっていう、なかなかね、面白い機能なんですけど、これが好きっていう人は結構いるんじゃないかなと思うので、動画を集めて1個に保存しておきたいみたいな用途がある人は、ぜひこのスクラップノートを使ってみてください。でこれ一応無料アプリなので、誰でも使うことができます。でもう少し機能が欲しいなと思ったら有料版もあるので、一回無料版を使ってみて検討してみてください。ただなんか動機とか、あとバックアップとか、その他細かい設定みたいなのは全然できないので、その辺をちょっと期待すると残念な感じになるので、そこはちょっと注意ですね。はい、じゃあ最後いきます。最後がジュニアっていうアプリです。これ1個前の動画で紹介してるやつなんですけど、このアプリの面白いところはですね、ステッカー機能というかスタンプ機能がすごく良くて、こういう可愛いコラージュみたいなノートを作るときにすごく優れています。スタンプの種類もすごくたくさんあって、ひたすらこうペタペタ貼り付けてサイズ整えていって、でその上から文字を書いたりとかテキストを打ったりとかしていくっていうだけなんですけど、このノートアプリ、無料で使えます。一応3ページまでっていう規定はあるんですけど、無料でこういうことができるので、ぜひね、使ってほしいなと思います。で使い方としては本当に簡単で、この左のスタンプの項目の中から自分が好きなこういうデジタルプランナーのテンプレートを貼り付けたりとか、あとは可愛いステッカーとかですね、押すだけで大丈夫です。でレイヤー機能もあるし、あとは自分の写真とかも貼り付けることができますね。はい、なのでこういうなんか料理のレシピを書いてみたいとか、スケジュール帳をきれいに作ってみたいとか、あとはお手紙を書きたいとか、あとは、旅行の計画帳みたいなのをかっこよく作ってみたいみたいな人ですね。そういう何かおしゃれノートを作りたい用途がある人はとてもおすすめのアプリになります。ジニアですね。ぜひ検索してみてください。はい、ということで皆さんこれで以上になります。いかがだったでしょうか。今回は8つ紹介しました。で、この8つはですね、私がよく使ってるノートアプリ8つになるので、他にもいくつかノートアプリは残ってると思います。ここにちょっと表示させておくので、また気になる人はですね、よかったら検索して使ってみてください。この8つのアプリはですね、もうめちゃくちゃ私のおすすめなので、ぜひ使ったことない人は本当に一度は使ってほしいなと思っています。で今日紹介したノートアプリの使い方とかはですね、全部概要欄の方にリンク載っけておくので、よかったらそこで、詳しく見てみてください。
で、私のオンラインコミュニティの iPadMate の方でもこのノートアプリの使い方とか、あとはデジタルプランナーですね、今日紹介したんですけど、こういうスケジュール帳とかをね、いろんなノートアプリで作ることができるんですね。で、このデジタルプランナーの作り方とか使い方とかも紹介してます。で、今見せてるやつはこの iPadMate みんなで作ったデジタルプランナーなんですけど、こういう日付に分かれてたりとか、月別に分かれてたりとか、あとリンク機能もついてるので、そのリンクボタンを押すとその月にジャンプしたりっていう機能もついてたりするんですけど、あとは ToDo リストとか、あとスタンプの機能とかもありますね。本当にすごい対策を最近みんなで1個で作って、iPadMate に入ってるみんなはですね、これ使うことができるので、ぜひこういうの興味がある人とか、あとは一緒に作ってみたいっていう人はぜひ iPadMate リンクの方を見てもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで今日は終わりにしたいと思います。ぜひですね、皆さんでこのノートアプリいいよみたいなのがあればコメント欄に書いてもらえると嬉しいなと思います。私もそれ見てまたね、研究したいと思いますので。はい、ということでこれからもノートアプリたくさん調べて皆さんに共有していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらぜひいいねボタンも押して終わっていただけると嬉しいです。はい、ということで以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。